モフですおこんばんにゃ。私はフリージの騎士、ラインハルト。ブラミモンド。ジョルジュさん縛り紋章師エーリーキちゃんアビサル初チャレンジの映像を流しながら、アビサルエーリーキちゃんの情報をおさらいするぞ。参りましょう。というわけで、アビサルエーリーク殿のステータスを、お見せしましょう。人参ジョルジュ殿のスキルで攻撃守備魔法にマイナス7、速さにマイナス6のデバフが入っています。攻撃速さにステータスを振っている分、守備と魔法は低め。はい先生。どうしましたモフ殿？その割にエーリーキちゃんにダメージが通らないんですが、お気づきになりましたか？そりゃチャレンジしてや嫌でも気づくってばよ。その秘密は、青木風君。先生、テキスト細かすぎてよくわからないよ。正直私もさっぱりです。困りました。紋章師エーリーク殿の特徴をざっくり申し上げますと、スタイル攻撃による射程アップ、常に2回攻撃。ダイムサンダの宝石箱やはぁ、せい。これが許されるならダイムサンダの連成も許されるのでは？兄さん落ち着いて。お許しください。射程圧をかけつつ凄まじい威力の2回攻撃を叩き込んでくるユニットです。射程圧って言うと紋章師渋谷がおるけど、どっちがええのん？迷いますね。一見移動プラスにできる分、紋章師シグルド殿の方が上に見えます。しかし紋章師エーリーク殿のスタイル攻撃は遠距離扱いになるため、壁を挟んで攻撃してきたり、なんてことも。それまずくない？困りました。最近よく通常で拝見するのが、紋章師シグルド殿をエンゲージした紋章師エーリーク殿。遭遇すると圧がすごいんだよね。強い。すぐに突破されないよう一番下のラインに障害物を並べても、エーリーク殿なら攻撃が通る、というわけですね。壁越しのダイムは食らいたくないですにゃ。受ければまず間違いなく、これまでか。兄さん。となってしまうでしょうね。おかえり兄さん。私はこうやって帰ってこれますが、アビサルジョルジュ殿はそういうわけにはいかないので、受けから入る、これは下策。そんじゃこっちから倒せばいいじゃん。幸い、遠距離反撃制御はお持ちでないのでそうしたいところではありますが、なんかこうなっちゃうのよ。HP12 まで減らしたのにここから削れない。その原因はおそらく、武器についているダメージマイナス速さの 20%、奥義スキルによるダメージ 40% 軽減、そして新鋭スキル、操縦によるダメージ最大マイナス8。この合わせ技によるものでしょう。か弱そうなのに硬いのってこのせいか。そこです。相性悪いとはいえ、お城攻めで、バレンタインエーデルちゃん返り討ちにされちゃったりするんよ。その打たれ強さはお姿が見えなくとも、ジェフラム殿がそばにいる、ということなのでしょうか。やっぱり奥義だけでしか見られないのがもったいないかっこよさ。こちらから攻撃して倒したいところですが、見た目以上の硬さ、そしてもう一人、見た目以上の硬さを誇る守り手持ちが、こないだの伝承桜ちゃん戦闘員、なんですかこれ？シューティングを警戒してのものでしょうか。遠距離への当たりが強くなって厳しいですにゃ。そんな当たりの強いアビサルをどう攻略するのか、ジョルジュ軍の紹介です。トップバッターは金直の弓ジョルジュさん。いつもの金半増幅不動息吹セットですにゃ。ずっと活躍できますね、この構成。アビサルにおいての頼もしさは異常。アクセサリーは狩人の被り物、極み。金色だったら文字通り金直ジョルジュ殿でしたね。ただでさえイケメンなのにこれ以上眩しくなったら直視できない。私はやっほー兄さん。思いっきり直視していらっしゃる。たまには少しくらい恥じらってください。お次はこちらもいつもの人参ジョルジュさん。鮮やかすぎるスルーっぷり。さすがです。人参の弓、速さ魔法の符は、守備魔法の策謀でデバフまみれにしちゃうよ。明鏡止水で弱化を無効化できるのも良いですね。このジョルジュさんに大混乱をあげたいです。ということは、紋章ガチャを。引く予定。承知しました。アクセサリーは人参の弓にちなんでウサ耳チョイス。とてもわかりやすいですね。何せ全員ジョルジュさんだから、わかりやすい組み合わせにしてみたよ。ありがとうございます。お次は巻き、優しさの影弓ジョルジュさん。アビサル初デビューの不動、刹那をつけてみたよ。刹那は使いこなすのが難しいという結論でしたが、使いこなせましたか？ 100% かどうかはわかりませんが、確実に役立った場面があるのですね。楽しみにしててね。わかりました。優しいジョルジュさんにはニャッコがついてきたニャッコ。アクセサリーはユナカ殿のお供ですね。お供英雄ソラくんちゃんはずっと待ってるぞ。ラストはみんな大好き我らがエース。今回は火力重視で射的の弓チョイス。スキルも火力重視ですね。かつ耐久もできるようになる局者と費用の組み合わせ。随分前に出たスキルですが、アビサルにおいて回復もできる費用の便利さは異常。未だにアビサル攻略第一候補スキルだよ。アクセサリーは射的の弓に合わせて弓の的。果たしてこれで、この射程圧をかいくぐって紋章師エーリーク殿を倒せるのか。圧強すぎんでしょ。強い。それではジョルジュさん縛り紋章師エーリークちゃんアビサル。参りましょう。実況は私。フリージの騎士、ラインハルト。解説は私、モフがお送りいたします。さあ始まりました。紋章師エーリーク殿アビサル。ジョルジュ軍はマップ上部に横並び、一方エーリーク軍はややばらけた布陣になっております。エーリークちゃんの射程が広いのなんの。マップ中央はほぼ射程範囲内と思ってよいでしょう。一方左側はブラーマムクート選手とグリーンナイト選手の2名のみ。攻めるなら手薄な左かと、私も思っていたんですが、マムクート選手が結構硬いの痛いのなんの。イニシエのダブルシセ君人。懐かしいですね。と侮るなかれ、全ステータスを上げつつスキル発動に必要な魔法の値を底上げする、理にかなったスキル構成となっております。これを倒すのはやはりエースの射的ジョルジュ選手かと思いきや最初に動いたのはナッコジョルジュ選手。マップ中央のライクファイター選手に攻撃、見事に撃ち落としましたが、そこは紋章師エーリーク選手の攻撃範囲。このままでは1ターン目で試合終了です。
ニャッコジョルジュ選手の気を救ったのは射的ジョルジュ選手。紋章師シブルドとのエンゲージによる移動プラス1と再動で、1ターン目で試合終了の気を救いました。諦めたらそこで試合終了ですよ。ジョルジュ軍の挑戦は、まだ終わりません。一方マッチ左では金字カジョルジュ選手が攻撃範囲内にカウンターの構えです。人参ジョルジュ選手のアシストを得てグラーマムクート選手を迎え撃ちます。撃破できれば次ターン、有利になりますが、残念ながら厳しいでしょうな。なぜでしょうか。解説の木道の、グラーマムクート選手が攻撃に入る前、レッドボー選手の大凶暴が入ってしまいました。これにより金字カジョルジュさんは速さ主義ダウン、追撃できる速さを確保できませんでした。連携を取っているのはジョルジュ軍だけではない、ということですね。敵さんもしっかり連携してきておりますぞ、が、しかし、グリーンナイト選手のローリン炸裂、いつの間にやトスドのみで推理していたのでしょうか。次世代の8新章がここに。驚きますね。しかし必殺の奥義も虚しく、与えたダメージはたったの9、金字カジョルジュ選手のカウンター支援を受け、あっさり沈んでしまいました。その程度で8新章入りはまだ早い。まだ早い。現役8新章のグラミモンド殿に言われたのであれば軍の根も出ません。今のニャーンはどちらのニャーンだったのでしょうか。迷いますね。ニャーの根と共に始まった2ターン目、増援に駆けつけたのはレッドナイト選手、ランアバット選手、そして今大会最注目選手、ランスアーマー選手の登場です。おやつ感覚で守り手持ってくんのやめろ。無理もありません。今、重装の C スキルといえばほぼ守り手系、一部の重装が一斉突撃系を装備しているくらいで、他に選択肢がないのが現状です。そうじゃないと戦闘参加しにくいからな。いや困りました。先月の伝承桜戸のアビサルでは最後まで守り手に苦しめられました。今回もそうなってしまうのか。やるなら守り手班以外にいる今がチャンス。増援に現れたレッドナイト選手を撃破したのはニャッコジョルジュ選手。実はこの子、ブレード持ってて、自前で全バフできるので、めちゃんこ痛いダメージが出ます。何回かこの子にジョルジュさん倒されちゃいましたので、早めにお片付けするのが吉。射抜いてみせブレードのデメリットである奥義の出にくさもすっかり気にならなくなりましたね。奥義加速手段、ダークさんあるから。驚きますね。続いて射的ジョルジュ選手がグリーンマージ選手を撃破、金字カジョルジュ選手は用水、そして紋章シリンドのエンゲージしたバニージョルジュ選手が、ランアバット選手を攻撃撃墜。バット選手は競泳で化身移動プラス1状態で飛んでくるので、ほっといたら確実にやられちゃいます。貴重なスタイル攻撃使ってでも落とすべし。グリーンに飛び回れる飛行リミットは厄介ですからね。正しい判断でしょう。ここで敵軍のターン、レッドボー選手は金字カジョルジュ選手をスルーして大凶暴を優先。金字カジョルジュさんを倒せないと判断してアシストに専念したのでしょう。ジョルジュ軍の軍師がバニージョルジュ選手なら、紋章師エイリーク軍の軍師はレッドボー選手といったところでしょうか。アシストがいったのかグラーマムクート選手。現在、金字カジョルジュ選手の奥義を2度も受けてまだなお健在、驚きの耐久力。ダブル四粉人なめんにゃ。さすがです。しかしダブル四粉人効果で戦闘後 HP の減りも早い、グラーマムクート選手には厳しい局面ですが、ここで増援のシーク選手、グルンマムクート選手、そして回復持ちのシスター選手が参戦。せっかく減らした HP、回復されたくはありませんな。グラーマムクート選手ならまだいいのですが、紋章師エイリーク選手の HP を回復でもされた日にはたまりません。地味に再移動制限持ってるのが厄介。しかしさすがにこの位置にいるシスター選手を攻撃はできません。嫌なタイミングできますな。困りました。シスター選手の撃破は諦めて、こっち行きましょう。バニージョルジュ選手、HP の減ったグラーマムクート選手に攻撃、残り HP13 に対して与えたダメージは14。さすがジョルジュさん、計算通りですな。さすがです。金字カジョルジュ選手はレッドボー選手に攻撃と見せかけて一歩前で待機。金字カジョルジュさんは不動持ちなので、カウンター狙う方が強いですぞ。そして、なんと鉄壁と思われたランスアーマー選手に攻撃を仕掛けるのは、我らがエース、射的ジョルジュ選手、攻撃、直射、でランスアーマー選手を大きく削りました。しかしランスアーマー選手のカウンター発動、43ダメージ、射的ジョルジュ選手、なんとかランスアーマー選手を倒しましたが、かなりの負荷で追ってしまった。めちゃんこ痛い、めちゃんこ痛かったですが、あの子を倒さん限り、いつまで経ってもエイリークちゃんに攻撃が通りません。なのでこれは必要経費。勝利のためには時にはリスクを取ることも必要。しかし今後、戦闘続行に支障は出ないのでしょうか。ちなみに射的の弓は、HP25% より下だとただの面白武器ですぞ。果たして射的ジョルジュ選手は、紋章師エイリーク選手を貫けるだけの余力があるのか。不安を抱えたまま敵軍のターンへ、相も変わらず大凶暴によるアシストは止まらない。このターンでもレッドボー選手が暴れてくれてますが、残念、二の矢はいらぬ。金字カジョルジュ選手、カウンターでキック選手を一撃必殺、順調に敵を減らしてきたジョルジュ軍ですが、ここで歩みを進めるのは総大将エイリーク選手、絶望の足音が聞こえてきました。グルンマムクート選手が先に動いたおかげで、3マス進めなかったのは不幸中の幸い。増援のランスペガサス選手、ロッドナイト選手が参戦したところで、ジョルジュ軍のターン。エイリークちゃん撃破に向けて数を減らしたいところでありますが、地味に厄介なのが再移動制限持ちのシスター選手、実は守り手ランスアーマー選手を撃破した時も、マップ中央からではなく、左から回り込む必要がありました。中央だとちょうど再移動制限に引っかかってしまって、逃げられなくなってやられたんですな。1敗。1敗の文字が大きくのしかかります。もうこれ以上負けは重ねたくないジョルジュ軍、撤退を選択。おや、射的ジョルジュ選手、バニージョルジュ選手を引き戻し、再移動で一気にマップ左へと展開。金字カジョルジュ選手のそばに待機しました。この位置変更、一見地味ですが非常に重要なポイントですぞ。果たしてどういう意図があったのか。エイリーク軍のターンへ、長らく大凶暴でジョルジュ軍を苦しめてきたレッドボー選手、ついに自ら前線へと躍り出ました。しかし金字カジョルジュ選手、待ってましたと言わんばかりのカウンター支援発動、レッドボー選手、ついに撃沈。じゃあ金字カジョルジュさんかっこいい。解説の木道の、大はしゃぎ。
ここで、この局面でロッドナイト選手の無慈悲なアイスロック発動。動けないー。氷は障害物として扱われ、破壊しなければその先には進めません。紋章師エリーク選手が迫り来る中、冷酷無慈悲な氷が行く手を阻む。そして対照的に真っ赤に染まる大地。安全なの左上の1マスだけじゃん。これまでか。この赤は無残に散る血の色か、はたまた勝利を飾るレッドカーペットなのか、絶対絶命の状況を打開すべく動くのは、ニャッコジョルジュ選手。頑張れニャッコジョルジュさん。1ターン前には倒せないとの予測が出ておりましたが、今度はどうなる？撃破、ニャッコジョルジュ選手、グルンマムクート選手を撃破。しかし1ターン前には確かに倒せないはずだったのですが、それはこのターン、グルンマムクート選手にバニージョルジュさんのデバフが入ったからです。なんとここまで大きく結果が変わるものなのですね。射的ジョルジュさんの位置調整しつつ、バニージョルジュさんもベストポジションに移動したってわけ。さすがです。バニージョルジュ選手がスタイル攻撃でランスペガサス選手を撃破。そして硬い氷を破壊し勝利への道を開く金ジカジョルジュ選手。切り開いた道を歩むのはもちろんこの人。射的ジョルジュ選手、エースの射的ジョルジュ選手、紋章師エリーク選手の守りを貫いた。じゃあ射的ジョルジュさん素敵。しかしアビサルは、まだ終わりません。ここでジョルジュ選手が倒れてしまえば、全てが追放にキス。視線で耐久力の下がったニャッコジョルジュ選手をロッドナイト選手が捉えた。HP8、残り HP8 で大輪 B。4位表明の黒魔法持ちロッドナイト選手の攻撃をよく耐えましたね。ここで役に立ったのが、不動、刹那だったというわけですな。なるほど、不動、刹那は受けるダメージマイナス速さの 20%。ダブル視線持ちジョルジュさんにこれ以上ないくらいぴったりだったってわけ。驚きますね。もしこれを継承してなかったら、最後の最後で大便 D できずに、枕を涙で濡らしたことでしょう。ですがもう不動の微妙扱いしてませんでしたか？不動、刹那の。ごめんなさい。恐ろしく早い謝罪。私でなければ見逃してしまいますね。モフ殿の謝罪は見逃しても、勝利の瞬間は見逃すなかれ。先ほどのお返しと言わんばかりにニャッコジョルジュ選手、ロッドナイト選手をオーバーキル。優しさとは何だったのでしょうか。敵を一陣のうちに葬るのも、また優しさだから。優しさ溢れる FEH。では優しさを持って敵に誘導を渡していただきましょう。試合を決めたのはもちろんこの人、我らがエース、射的ジョルジュ選手。じゃあ、ジョルジュさん、ジョルジュさん。モフ殿のはしゃぐ姿を見ながらエンディングです。もし動画が面白かったなら、チャンネル登録や高評価で応援していただけると。光栄などという名はメンバーシップでの応援もありがとうござい満足ですな。動画投稿継続する。力を与えてくれるようです。それではご視聴ありがとうございました。本日のエンディングはイーサン殿のお便りです。おおかっちょいい伝承リークくん、局者まであるよ。さすがです。ライム仲間だね。はぁ、せい。言い出しっぺの法則を実行する投稿者の鏡。